皆様こんにちは、ゴロゴロタミです。いつもワンオペを嘆いている私ですが、夫も任務を果たしております。掃除機をかけ、ベッドメイキングをし、それぐらいでしょうか。私たちは50代60代の旅好き夫婦、世界のあちこちをゆっくり旅をしています。2026年の夏、フィンランドのヘルシンキで Airbnb に滞在して暮らすような旅をしている私たち。すでに動画は3本出しているんですが、そこに載せきれなかった、この暮らすような旅の自炊や生活のあれこれの、動画をもう一本予定外ですけれども出そうと思います。動画の後半34分頃にこのヘルシンキ滞在のまとめトークを、入れておりますので、ぜひそこまでご覧ください。氷はこういったプラスチックケースがあったので、これで冷凍してこのようにたくさん氷を作ってあります。これを砕いて使います。食パンタイプのライ麦パンを置いておいたら硬くなっちゃったんですよね。これをちょっと焼いてみようと思います。チーズ売り場の方に選んでいただいたチーズを3種類、脂肪分 32% のまろやかな熟成チーズ、伝統の優しい風味のハードチーズ、港町生まれのマイルドなセミソフトチーズ、そして昨日市場で買ったあんず茸をのせます。あんず茸の大きいやつは昨日豚肉と一緒にソテーして、このちょっとちっちゃめのやつを取ってありますので、このように裂いて乗っけていきます。オーガニックのライ麦パンとチーズ売り場のスタッフさんに選んでもらったフィンランドのチーズと、このあんず茸で美味しくないはずはない。このエアビンはオーブンも設置されています。そしてサジーと言われるエキス、ベリーの一種ですごく酸っぱいんですけれども、ちょっとねワインのような香りもしたりして、これを朝からいただきます。ビタミン C が爆発していて、ビタミン E とカロテノイドとオメガ7脂肪酸、ポリフェノールバッチリです。5歳ぐらい若返ってやりましょう。チーズが泡立ってきのこが干からびてる。美味しそう。オーブンがない場合には、フライパンでも大丈夫です。これごと美味しいかも。オーブンシートについたチーズが惜しくなって、私オーブンシートごと移そうと考えつきました。チーズに貼り付いちゃったやつもあるから、よし、横着からお、見た目結構おしゃれですよね。こうするとね、分からなくならない。よし、美味しそうな朝食になりました。昨日ね、市場で買ったベリーとこのきのことかを食べたいと思います。きのこはね、あんず茸でしたっけ。これを焼いてみました。いただきます。それがコンテみたいなやつ、味比べが違って1個ずつ違ってね。で一番端がミックス。黒パンも美味しいんだけど、カリカリに焼くととても美味しいよね。ベリーもちょっと足したりなんかしてはいかがでしょうか。このアイスティーとこのベリーのやつと一緒に飲むとすごい美味しい。血糖値も上がらなくていいよね、朝からね。ゴロゴロ旅。
ランチにとても美味しそうなパンを4つ買ってきました。でもお値段は31ユーロ、すぐに計算できませんけれども5、6千円です。驚きでしょう。で、そこのねカフェで食べてきてもよかったんですけれども、ちょっと暗い感じのところで、ね、それで飲み物もつけたらもう本当に7,000円ぐらいいっちゃいますので、そのお金のこともありますけれども、こういう明るいところでね私食べたいんですよ。なので持って帰ってきました。一番の目玉はこれ、よく見かけないですか？この日本人にしたらちょっとねちっちゃいエビなんですけれども、こちらではごちそうっぽいんですよね。そして夫が選んでいたのはこちらのフォッカッチャです。このフォッカッチャね、すごい分厚いチーズがありますでしょ。これはヤギのチーズだそうです。この上下だけちょっとねグリルしようかなと思います。もうこのまま食べれればいいんでしょうけど、最高に美味しく食べたいんでグリルします。この中にメロンとかクリームチーズとか入ってるから、やっぱりこのままがいいのかもしれないですね。グリルしないでこのままで美味しそう。そしてもう一つがこれはね、私が美味しそうだなと思ったのがこのちょっとパストラミみたいなこのすごいパンでしょ。これです。でそれぞれお値段がついてると思いますけれども、お高いですよね。そして食後にちょっとペストリーをこれは一般的な日本でもよくあるペストリーですね。これを買いました。ちょっとグリルしてみますか。よいしょ。じゃあいきます。お、熱い。すごいオーブン。はい。溶けてなければいいけど、よいしょ。おー、いい感じです。おお。美味しそう。ちょっと温まっていい感じです。ドリンクもアイスコーヒー、アールグレイアイスティー、このね、この健康のやつ、これも用意できました。すごいエビも結構大きいですね。おお。やっぱり持って帰ってきてよかった。丁寧にね食べると美味しいですよね。ちょっと食べちゃう。美味しいものなのね。ハーブが効いてる。そしてこのヤギのチーズのこのフォッカッチャも私もちょっといただこうかな。そんなにヤギのチーズ得意じゃないんですけど、こんな風です。でも好きになるといいよね。ゴージャスだわ。パンでもやっぱり6,000円のランチっていう感じでね、すごいゴージャス。こんなゴージャスなの見たことない。もう乗らないかも。さらにこれはパンナイフが良さそうですね。これ
これはこのライ麦が美味しそう。おお。はい。これ中がこんなサラミとかドライトマト、イタリア系の感じですよね。はい。いやー、やっぱり家でよかったよかったね。ね。だってやっぱりちょっと暗いしざわざわしてるし、ね、私たち日本人にとっては6,000円のパンのランチって高いもんね。ああ、じゃあこれで。ほんとこれさ、ふっと赤ワインみたいな感じもするのよね。そうだね。うん。わかる？うん。ふわっと。気に入ったね。帰りさ、全部の国を回った後、もう一回ヘルシンキに戻って、で飛行場の近くで一日滞在するんだけど、そこでなんかショッピングセンターあるからこれ見つけてさ、日本に買って帰るといいね。うん。ヤギのチーズすごいね。どれから食べよう。やっぱこのエビいこうかな。一番食べたかったんだよね。ボロボロこぼれちゃう。エビにマヨネーズが入ってるのか。しかしこのちっちゃなエビってこれ誰が殻むいてるんだろう。めんどくさいよね。うん。ガラガラ旅。編集が終わってね、日曜日の夜なんですけれども、ちょっと駅前の新しいスーパーに行ってきました。なんかね、食べれるとこあるかなと思ったんですけれども、日曜の夜はね、結構もう普通の人がいなくなっていて、外国人だけ、つまり観光客か移民の人かみたいになっていて、あと若者が繰り出してるか、あんまりいい雰囲気じゃなくて、お店もね、ピザ屋さんかハンバーガーかバーカーみたいになってましたね。もうちょっと探せばいろんないいところがあるのかもしれませんけど、駅前はそんな感じでした。ということで、もうね、買ってきたものを作ろうと思います。この生の何て言うんでしたっけ、このイタリアの生パスタ、中に、バジルとかが入っているもので、ゴルゴンゾーラチーズじゃないか、これブルーチーズですね。ブルーチーズとズッキーニと、グリーンピースで作りたいと思います。ね、白ワインがあればいいんですけれども、ないのでこれでいきたいと思います。ちょっとワインがあればいいんですけど、ないので牛乳でいいか。そしてこれを溶かします。溶けないと思うけど溶けます。もうちょっといっちゃってもいいかもしれないけど、もうちょっと。これがソースでございます。ちょっと味見します。
味が薄いかな。もうちょっといってもいいか。牛乳の味がいい感じですよし。こんな感じにして、グリーンピースはどうしようかな。グリーンピースも入れちゃおうかな。よいしょ。グリーンピースにこんな感じにしまして、そしてですね、このほぼ茹だったこちらをこの中に投入していきます。で、味をなじませます。すごいね。そしてこのポークハムをちょっと味のアクセントにピラッ、やっぱ半分に切った方がいいかな。ピラッピラッと、ちょっとでいいと思います。で、しまってください。これも上手にしまってもらえますか。よし。で、ズッキーニを戻して、あ、すごいブルーチーズの匂いが。これは3人前だね。よし、いいんじゃないでしょうか。15分ぐらいでできたかな。よいしょ。まあピザ外で食べるよりはね、いいかなと思いますね。よし。よし。お玉がちょうどいいのがないので、こんな感じに。すごい具に差がある。全部食べちゃう？うん、すごい量だよ。うん、なんか全く違うものぐらいに具の差がある。食べちゃおうか。よし。さあ、こっちのズッキーニ、こっちがパスタ多いと思うんだよね。よし。はい。はい。ちょっと大量だから食べてはいけない分量だ。どうでしょう。ブルーチーズのタルテレッティだったっけ。グリーンピースとハムとズッキーニ。塩味抜群。うまっ。よいしょ。グリーンピースを。煮えてるかなこれ。中がバジルなのかな。そうみたいね。美味しいね。まろやかで濃厚。また言ってる濃厚って。今頃見るのもいけないけど、3分茹でるんだから3分以上茹でてるから大丈夫。ほうれん草とリコッタチーズ3分って書いてあるよね。見て、老眼で見えない。2分。
じゃああ、違うわ。あ、いや、3分だと思うよ。3 minutes。リコッタチーズとほうれん草なんだ。2 servings、2人前。ゴロゴロ旅。今から昨日炊いたご飯の冷やご飯を利用してチャーハンを作りたいと思います。夫は自然史博物館に観光に行っています。私はね今ね編集を1本目をなんとか終わらせようとして今ここにこもっています。もうねやっぱりその旅 YouTuber で現地で編集する場合っていうのはこういったね編集時間がねかなり長く使っちゃうんですよね。もうちょっとねなんかこうギュッとこう効率的にできないかと思いながらもAI ではねどうしてもねこういったこの旅の動画の編集っていうのはほぼほぼ今のところ方法がないんですよね。どうにかならないかな。ちょっと前菜というかきゅうりの和え物を作りたいと思います。やっぱりね自分の包丁があるとすごくこうハードルが低くなりますよね。海外の自炊もね。もうここに入ってる包丁ここを見てこれで切れるんかいなとかいろいろ思ってるよりはもう自分の包丁持ってきてこの100均のまな板でもいいのでこうやってサササササってやるともうやっぱり危なさが違うので私は包丁を持ってくるのをおすすめしていますね。はい、これをですねそしてレモンを1個切ってありますのでこれをスライス薄く2枚ほど風味付けに切りまして種取ってこうねレモンのっけてこします。でお酢はね大抵買ったりしないのでレモンなんか代用することありますね。でまた余ってるゆかりをちょっと入れてこんなもんかなちょっと揉んどこうと思います。でレモンもちょっと入ってねもうちょっと作ってもよかったかな。これでいいと思います。さあおネギもね買いましたんでなんかその AI によるとおネギのね玉ねぎの部分はとても甘いって書いてあったんですがさっき味見したらえらく辛かったんですよね。もう本当にやっぱり AI は AI なので現実はちょっと違ったりしますのでちょっとそういうふうに AI と付き合いながらなのでこれをちゃんと加熱しないとえらく辛いんでしょうねこのネギもね。なのでちょっと卵焼きの前に入れてしまおうかな。よく加熱できるようにしてこっちはね緑の方なのでこれも加熱した方がいいと思いますけれどもカロチン摂取とチャーハンの彩りということでよいしょ。さあここで卵を入れます。玉ねぎネギのねちょっと焦げたいい匂いがします。
さっきのこのにぎにぎもいい感じですね。卵を一旦引き上げて、どれぐらいかな。全部入れちゃおうか。入れちゃおう。チャーハンをねちょっと炒めてる間に前菜を食べようと思います。ゆかりの塩分と酸っぱさとレモンときゅうりで美味しいこれ。冷やご飯でしたからちょっと蓋をしてね温めてみました。これは2人前ですね。もしかしたら夫がまた帰ってきてお腹空いたとか言うかもしれないから、なんか味が足りなさそうなのでこれを入れてみましょうかね。これも余ってたんでね持ってきたんですよね。これは美味しい。ちょっと味を見て塩も足して、アコーンの塩も持ってきましたけれども、このホタテパウダーっていう無添加のなんかホタテの味のやつも持ってきてたから、これ入れると味が決まるでしょう。そして塩もこれまんべんなくかけなきゃいけない。それで最後に卵を入れると。大変。さっきの入れた魚介鰹節のやつに昆布も入ってたから少しこうなんか昆布っぽくなって、はい、出来上がりです。終わりです。できた。これはレイカレーパというライ麦 100% の伝統的なパンです。そして形はこれ穴が開いてるんです。先日市場に行って食べたサーモンのオープンサンドにも使われていました。ドーナツ型になっています。そしてこうやってね2枚にちゃんとスライスしてあります。なんかすごいですよね。おかしい。そしてね6等分にも軽く切り目が入っています。フィンランド語でレイカは穴、レイパはパン、つまりそのまま穴あきパンという意味です。この穴は飾りではありません。昔のフィンランド西部ではパンをまとめて焼き、中央の穴に長い木の棒を通して台所の天井近くに吊るして乾燥させていました。湿気やネズミを避けながら長く保存するための暮らしの知恵だったのです。乾燥したパンはかなり硬く、
スープに浸したりバターを塗ったりして食べられていたそうです。伝統的な材料はライ麦粉、水、塩、そしてレイバンユーリと言われる発酵種で、前回の生地を少し残して次のパン作りに使うもので、乳酸菌の働きによって独特の酸味が生まれるそうです。このね、現代の商品のこの会社のものも発酵種を使ってますけれども、現代向けね、やっぱりちょっと加工されてるみたいで、全粒粉に加えて甘煮、ひまわりの種、きび、シロップなども使われているそうです。今ではね、棒に通して保存されることはないんですけれども、やっぱりね、この可愛い形は残っているんだと思います。このようにチーズを貼り付けて焼くととても美味しいです。カリカリになって。これは蓋の方だったのでこんな風になっています。あ、違うわ、底の方かな。とにかくこの内子とかがこう白くなっててカリカリっとして、白パンのね、体に悪いと言われるような要素が少なくなって、こう全粒粉というかこうね、精製されてない小麦粉ですし、いいと思います。これは視聴者さんからのリクエスト。スーパーで見つけたのは、フィンランドのお土産ゲイシャチョコレート、1964年のロングセラーだそうです。ゴロゴロ旅8泊のこの民泊の滞在を終えて、今から、ウーバーを呼んで、ヘルシンキの港から、対岸の、エストニアのタリンというところまでフェリーで向かいます。この滞在、ヘルシンキの滞在、まとめるとすごく良かったです。もう何よりね、気候が良かったです。今8月、5日ですけれども、本当にダウンが時々必要になるぐらいだけどノースリーブでいられるみたいなね、天国みたいな気候でとても気持ちが良かったです。そしてヘルシンキの街が私がね、好きな街歩きができる街だったということね。車社会の街もいい街もいっぱいありますけれども、私はこう自分でとぼとぼ歩くのが好きなので、ここはね、もういろんなものを見ながら歩くのに楽しかったです。観光名所をわざわざ行かなくてももちろん回りましたけれども、もう見るものがいっぱいで良かったです。で、残念なことは、2つありまして、高級なディナーに行けなかったことです。最終日にね、行こうと思っていたお店がなんか予約できないなと思って、ギリギリまでね、定休日とかあったりしてギリギリまで予約を試みたんですが、電話ができなくって、ちょっと近いので行ってみたら、お店はあってテーブルとかもあるのにクローズしてたんですよね。なのでちょっとやめちゃったのかもしれないです。とても繊細な、ちょっとお高いんですけれども繊細なお料理で、一般的なね、こうカジュアルなフィンランド料理ではないものを食べれるかなと思ったのに、それが残念でした。でもね、他の街もまだありますから楽しみにしたいと思います。もう一つはね、サウナに入らなかったことです。ただしね、これはね、私がこんなことしちゃった無類のサウナ好きなんですよ。だから言ってみればサウナにうるさいのなので、もうそれにこだわりだしたらね、多分他のことできなくてサウナばっかり入ってると思うんですよ。なので今回は封印しました。あとサウナって撮影しにくいじゃないですか。こう水着だったりとか他の方いらしたりとかご迷惑になることもあるので、サウナ中心のコンテンツにはしないでおこうと思ったからです。そして今回の Airbnb、 ここですよね。ここの総括ですけれども、とても良かったです。多分ベスト3の中の2ぐらいに入るかもしれない。ベスト1はね、他の動画でもお知らせしたボスニア・ヘルツェゴビナのモスタールのエアビーがよくて、でももうあそこは多分ホストがエアビーを始めたばっかりで値段設定が安すぎたのかもしれない。とっても高級で良かったんですけどね、それはいいとして、ここですけどね、
もうデメリットが見当たらない。で、こう一般的な綺麗なエアビーではあるけれどもきちんと作ってるんですよ。だから一見見ただけではわからない工夫があって、家電で使えないものはないし、なんていうんですかね、椅子とテーブルの、生活動線とかもきちんとしてるんですよ。他のエアビーなんかではね、ロンドンのエアビーでもね、もう椅子が高いのに机が低くて、このちょっと30分は座ってられないみたいなのがよくあるんですよ。開かないとかいろんなのがね。なんですけれども、ここはさすが設計士だけあって、多分ねこれ IKEA でやってると思いますけれども、相当きちんとやってるので全てがうまくいっていて、でコンセントなどもかなりね、この人ねコンセント見せたくないみたいですごくこだわってるんですよ。で使いやすいし、私はライトもねすごくね、夜ね撮影すればよかったけど、うまい具合にふわーんって北欧って感じのいいライトになって、ここもパッとついたりしてね、でこう外が見えて良かったです。でシャワーだけで、シャワーがちっちゃかったんですけれども、シャワーねすぐお湯が出るし排水もいいし、そう他のところだとエアビーに限らずホテルなんかでもね、排水が悪いとことかね、べちゃべちゃになってっちゃうとこ多いんですけれども、あそこもそう、水はこう行くんだけれども使い勝手がいいっていうかね、狭いのに、でシャワーカーテン十分にこう水が跳ねないようになってるので、意外にねシャワー良かったです。お湯もすぐ出たし、そうですね。でこのブラインドもよく考えられて、下ろしたり、ブラインドいろいろできますよね。その他にこれがね遮光カーテンになっていて、ここはただの壁なんですけれども、全部閉めたい時にぐーっと持ってくれるんですよ。だから本当の白夜、私たちが滞在している時には11時には暗くなってましたので、割と平気なので開けてましたけど、これはクローズすることができます。カーテンを持ってきてよかったですね。で民泊の選び方の動画、これ作ったので見てみてください。これね民泊だけじゃなくて、民泊を中心に作ってありますけれども、ホテル選びにも使える、コンテンツだと思います。宿を選ぶときにこのポイントを考えてくださいねっていうような方程式をお伝えした方がいいのかなと思っています。でね、あとホテルやこのエアビーっていうのは受給っていうこうどんだけそのお客さんがいるか、どんだけエアビーの数があるかっていうね、その受給で決まるので、とてもいいのにとっても安かったっていうことはなかなかないんですよね。掘り出し物を見つけようと思っても難しい。偶然はあるんですよ。私がナポリで暑すぎる部屋で逃げ出して当日別の部屋探したっていう時に、あれね半額だったんですよ。でも当日の夕方だったから、向こうも空いてるよりはいいよねってことで2泊ぐらいだったので2分の1の値段でした。あれはお得でしたけどね。でそんなのは偶然でできたことなんですよ。じゃあ私たちはどうしたらいいのかっていう時には、数ヶ月前に航空券を押さえた直後、もうどっちが先でもいい、航空券より前でもいいと思う、キャンセルができる条件で、予約をしてみてください。それで私もそうだな、航空券の前に頼んだからキャンセルできるから、それでこういうプランにしよう、この街ではこういうプランにしようと思ってキャンセルできるから宿を頼んで、それで航空券を頼む。でそれで直前というか1ヶ月か2ヶ月前にももう一度このエリアを探してみたんですよ。そしたらやっぱりここが条件が良かったです。なので私たちができることは、エアビーって同じ部屋がいくつもあるわけじゃないので、他の人が予約してしまったら予約できないんですよ。なのでなるべく、早めに物件を抑えることが唯一できることなのかなと思います。こんなことでね、あと私のその滞在の日数とか、エリアとかいうのはさっきも言いましたけれども、あまり参考になるのかちょっとわからないです。なぜならばなるのかわからないです。なぜならば私はこの撮影をして、でこもって編集をしてっていうことをやるので、
こんなにも長く滞在する必要はないかもしれないですよね。なのでご自身のプランに合わせて、予算にも合わせてこの動画を見てね、暮らすような旅を、実践されてみてはいかがでしょうか。もうすぐ出発なんで、もう7分になっちゃう。行かなきゃ、そろそろウーバーを呼んでいきたいと思いますので、ご視聴